2個ほどね、お伝えしたいことがあります。わかんないよ。ちょっとわかんない今日ね、多分ね、このお店ちょっと工事してるみたいで、結構ショックで、それが継続的にやっていく必要があるものなんです。皆さんこんにちは、マリコです。今回の旅 Vlog は先日韓国ソウルに初めての肌管理をしに向かった時の動画になります。綺麗な肌になれたらいいなと興味がありながらも今一歩踏み出せないでいたので、今回はドキドキしながらソウルへ向かっています。動画を通して皆さんも一緒に初めての肌管理ソウルの旅を楽しんでいただけたら嬉しいです。それではスタート。おはようございます。現在ですね、朝の6時26分なんですけれども、本日8時55分の、インチョン行きのフライトでソウルに行くんですけれども、今成田空港第1ターミナル、羽田じゃないです、成田ですに来ているんですけれども、ゲートがですね、ゲートじゃない、保安検査所が7時からじゃないと開かないっていうことだったので今ちょっと時間を潰しております。歩いてますはい、保安検査場が空いてないということで、カードラウンジに来てみたんですがここも7時からでした。それでどうしようかなと思ってパッと横を見ると、なんか良さげの雰囲気の休憩スポットを発見しました。その名もショノマ少し落ち着いた暗めの照明で個別のスペースが確保されていたので、入ってみたら結構座りやすそうな椅子があったんですね。なのでここで少しゆっくりすることにしました。暗くてね、すごくいい感じなんですね。ここ検査場が開くまでまだ30分くらいあったので、いい場所見つけたなって思って椅子に腰をかけたら、見てください、このなんていうんですかねこの肉厚の背もたれの感じで、これフットレストもついてるんですよ。これフットレストなんですね。ということで足を伸ばして椅子に身を委ねてみたら、こんな感じになるんですよやばいですよねさらに個々のスペースにコンセントプラグもついているので充電もできちゃいます。はい、ということで成田空港第一ターミナルでフルフラットになるような快適空間を発見しましたので、保安検査場が開く前は皆様ぜひこちらのショノマ行かれてみてください。はい、インチョン空港に到着しました。予約したトリップドットコムの画面だとターミナル1に到着と書かれていたんですが、なんか歩いてったら電車のホームみたいなところにたどり着いたんですね。で、一瞬ここどこなんだろうって思ったんですけど、ここはコンコースと呼ばれる場所で LCC を利用する際はこのシャトルトレインで空港間を行き来する感じになってました。噛んじゃったはい、今、韓国インチョン空港に到着しました。
で2個ほどねお伝えしたいことがあります。まずですね、機内で寝てまして、ちょっと音が気になるからイヤホンして寝てたんですけど、イヤホンが寝て起きたら片方なくなってて、めちゃくちゃ焦りました。で、周り探してもないし、もうどこどこってなって、片方あるんですけど、で諦めて、もうじゃあ買わなきゃいけないなって思って、最後の最後に座席の下をもうなんだろう、これでなかったらっていう思いで見たら、なんかここっていうところに挟まってました。だから見つけたんですけど、マジで焦りました。はい、それがまず1点目で、もう一つなんですけれども、なんか韓国って入国するときにSES っていうなんかそれに登録っていうかすると、パスポートの後ろにシールを貼ってくれて、2回目以降の入国が楽になるよみたいな確か制度があったと思うんですけど、それやらないで入ってきちゃいましたね。なんか思いのほか空いてて、でフォーリンパスポートって言われて、そうだと思ってそこの列に並んじゃったんですよね。私すっかり忘れて。でもなんかすごい空いてて、多分5分ぐらいで入国できたんですけど、返してもらったパスポートにシールがないやと思って、ああのなんか別の連に行かなきゃいけなかったんですね。あれね、あんまりちゃんと調べてなかったわ。だからまた次に韓国に来るときにそっちのレーンに行こうかなって思ってます。今回はシールなしでした。でもね、めちゃくちゃ早く入国できたのですごい嬉しいです。で、今からですね、鉄道に乗りまして、向かっていきたいと思います。あったこれかな、エアポートレイルロードで、オレンジのエクスプレスみたいなやつ、急行と、あと青の一般列車っていうのがあるんですけど、私は、一般列車の方に乗って今回移動していきたいと思います。これだ、このオレンジのエクスプレスじゃなくて、私はこっち側のオールストップの方に乗っていきたいと思います。どこだこっちかこれが一般列車の切符売り場なんだよね。で、私 T マネーカードって持ってるから、チ 일회용 교통카드 발매기입니다. ャージした方がいい。 1回用できるね。交通カード発売機です。交通カードを載せてください。表記が韓国語だけどやってみようか。日本語で喋ってくれたもんね。ちょっと、はい、カードをここか。充電金額を選択し、現金を投入してください。4700、なんだろう、わかんないから、今ね4700あるんですって。だから1万ぐらい入れときます。1万ウォン札1万ウォン。をここに入れますか。どうだろうか。充電中です。かわいい、チャージっておなってる。待ちください。充電が完了しました。いけましたね。領収書が必要な方は、領収書発行ボタンを選択してください。大丈夫だよって確認。일회용 オッケーオッケ 교통카드 ー。できた 발매기입니다. できた。これでいいのかな。チャージできました。はい、韓国で鉄道で迷ったことがあります。今日は行けるかな。レッツゴー。おお。このね、銀浦空港の方に向かっていきます。ドキ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 。なんか来た。これでいいのかな。
ってるかな。あ、来た。降りた駅のホームが9番線なんだ。なるほど、そういうことか。このマゴンナル方面に行くから、多分これでいいですね。待って、違かったかも。マゴンナルじゃなくて、私が乗るのはマゴクナル方面って書いてあったな。合ってんのかな。どこだろう。ちょっと一回ホームを降りてみます。マゴクナル方面はどこですか？わかんないな。ネクストトレインエクスプレス。エクスプレスに乗りたいから、じゃあこれの次のに乗ればいいのかな。なんだ、わかんないよ。Thank you. I'm from Japan. Yeah. Thank you very much. 今なんかちょっと困った顔してたら話しかけてくださって、この電車じゃなくて次の電車だよって教えてくれました。優しい。오늘도 저희 메트로 타시기 바랍니다. This is an express train for VHS Medical Center.無事新ノンヒョンっていう駅に着くことができました。よかった。で、6番出口って書いてあったかな、乗り換え案内で。ちょっと行ってみましょう。今ですね、ちょっとわかんない新南ニョンみたいな駅で、降りました。6番出口で今出てきたんですけれども、時刻が今1時22分なんですね。で、私が予定していたよりも思ったよりすごく早く入国をすることができたので、本当はご飯食べる時間ないかなと思ってカフェを探してたんですけど、ご飯ちょっと食べれそうなので、ご飯を食べに向かいます。で、ここに来るまでの電車が私すごく難しかったんですけど、なんかね、同じホームに急行とエクスプレスとオールストップっていうのが来るようなホームだったんですけど、それがよく分からなくて、なんかエクスプレスは階が違うのかなとか分かんなくなっちゃって、ちょっとずっと携帯を見ながらどうしようっていう顔をしてたら、韓国のご夫婦、韓国人のご夫婦の方が話しかけてくださって、どこに行きたいのって英語で、はぁと思ってこの駅に行きたいんですっていう風にお伝えしたら、英語で説明してくださって、私英語別にできないんですけど、なんかこのままこのホームにいたら、次の電車はオールストップだからネクストだよって、ネクストのトレインがエクスプレスだよっていう風に教えてくれて、もうね、人柄が
お顔に現れてるものすごく優しそうなご夫婦だったんですけど、お顔もめちゃくちゃ優しかったです。でその後もどこから来たのっていう風に聞いてくれて、ジャパンっていう風に答えたら、なんかおーみたいなで、なんか少しの時間なんですけど、私の拙い英語で少しコミュニケーションを取らせていただきました。本当に優しい人だった。いやー、ありがたいですね、こういう本当に。あれどこだろう、お店どこだ。見つけました、お店。ここだ。どうしよう、いっぱいある。なんか一人でも入りやすいお店って調べたんですよね。タッチパネルなんですけど日本語ですね。よかった。お、すごい、ちゃんと日本語だ。セットは2人からだから定食がいいかな。すごいすごい、ちゃんと説明してくれてる。これ美味しそう。これにしよう。決めるの早いかな。イイダコ炒めといいじゃん、これにしよう。できたのかなこれ。できてるかな。わあ、すごい、めっちゃ来た。めっちゃ来ましたよ。これがなんかイイダコと豚肉の辛いやつ、炒めたやつみたいです。食べれるかな、辛いの。いや、食べるよ、食べましょう。あとエゴマも来た。で、あれだね、韓国はこういうところにお箸とかが入ってるんですよね、この引き出しにね。わー、いただきます。感じです。美味しい。辛いですね。はい。辛いよ。辛いの頼んでるんだもん。辛いよ。気持ちいいじゃんね。わかめと油揚げのお味噌汁。サンチュよりちょっと癖あるような感じするじゃないですか。そのなんか風味が合う。結構辛いですね。こぼしちゃった。はい、美味しい昼ご飯を食べられました。ちょっとね、私には辛かったんですけど、でも味が美味しかったです。ちょっと甘辛味噌みたいな、コチュジャンみたいな感じの味付けだったので、すごくね、ご飯との相性もいいし食べやすくて美味しかったです。で、今まだ2時ちょっと過ぎなので少し時間があるので、この辺なんか結構カフェがいっぱいあるんですよ。ここカンナムってそうなの？なんかね、ちょっとくるっとしますね、カメラ。ここもね素敵だなって思って、アッパー&アンダーなんかねすごい可愛いんですよ。でね、空いてるの。やってないのかな。やってますか、ちょっとわかんないな行ってみたいカフェがあったんで、そっちに向かっていきます。そしたらこのね通り沿いなんですよ。
なので、ここも可愛いけど、なんでこんなに人がいないんだ。やってんのかな。どこだろう、どこだろう。あ、なんかすごい、ここも素敵。あ、ここだ、私が来たかったの。ここなんて読むんだろう。アルバー、わかんないな。なんとかコーヒーですね。これね、うわー、めっちゃいい。めっちゃいいです。なんか緑の中にあるカフェみたいな。すごい素敵。かわいい。こっちはなんかアトリエみたいになってんのかな。かわいい。カフェはこっち。あ、美味しそう。でも今食べたばっかりだからな。めっちゃ素敵です。こんないい席が空いたので一人なんですけど、ここに座らせてもらおうかな。よいしょ。すごい素敵でいい感じ。テラスにもね席があるんですけど、なんかね今日ね多分ねこのお店ちょっと工事してるみたいで、なんか店内でも大きな板を持った方たちがいらっしゃいましたよ。気持ちいいな。こっちにもトラックがあるし。いらないかね。あった方が可愛いかな。いただきます。あ、多分ねコーヒー自体は結構酸味がある豆な感じですね。でもすごい個人的には私あんまり酸味があるものよりも深入りの結構濃いもののが好きなんですけど、でも美味しいですよ。香りがすごいしっかりしてるし、ベトナムで飲んだコーヒーみたい。気持ちいいな。なんか結構前回韓国に来た時にカンナムのエリアって来たんですね。めちゃくちゃ天気悪かったんですけど、その動画見てほしい。すっごい天気悪かったんですよ。でとにかくあんまり街を歩けなくてお店に寄ったりして行動してたんですけど、すごいね都会のイメージがあって、なんか日本でいうなんだろう銀座とかみたいな感じかな。道幅がすごい広いけどすごい都会だなって思ったんですけど、一本ちょっと奥に入るとこういうなんかカフェがいっぱいあって、特にここのんびりしてるんでいいですね。ここすごい好きかも。天気がねちょっとギリギリなんですけどまあでも雨は降ってないからいいです。また前回よりは。でも明日は雨予報でした。雨率高いんですよね。はい。で今回この韓国に来たのには理由がありまして、私生まれて初めてですね肌管理というものをちょっと体験しにやってきました。ちょっと邪魔かな。でその韓国のこのカンナムにあるクリニックの方からお話を頂戴して、で肌管理って興味が、あったんですけど、実際
自分でクリニックを選んでっていうところもなかなか不安だったから、今一つこうなんていうんだろう、やってみたいけどどうなんだろうみたいなところがあったんですね、今まで。でちょうどいいタイミングでこのお話を韓国の今から行く美容クリニックの方から頂戴して、私自身興味もありますし、でもしかしたら私みたいにこう肌管理にこう興味があるけどどうやって始めたらいいんだろうとか、そういうふうにちょっと不安だったりとか思ってる視聴者の方がいたら、そのハードル、ちょっとそのなんていうんですかね、肌管理へのハードルがもしちょっと私みたいに高く思ってる方がいたら、その方のなんか参考になったらいいなっていうふうに思ったし、で今回このクリニックの方になんていうんですかね、こう視聴者の方に対してやっぱこう誠実にっていうかこう嘘をつくようなことはしたくないので、やっていただいたそのままをお伝えさせてほしいっていうふうに言ったんですね。でそれであればこのお仕事を一緒にさせていただきたいっていうような感じで回答させていただいたら、クリニック側の方からも感じたままそのままお伝えいただいて大丈夫ですっていうふうに言っていただいたので、もう本当に正直にちょっと今から体験してくるところを撮りたいなって思ってて、でこうやってカメラを通して皆さんに顔を出してる時ってこうお化粧してるんですよ。お化粧した状態で出してるし、少なからずファンデーションとかね、下地とかそういうのを塗った状態で皆さんの前にこう出させていただいてるから、で多分ついて早々化粧を落とすことになると思うんですね。でその素肌も別に綺麗じゃないし、私ちょっと本当に映せるかどうかっていうところだと思うんですよ。汚かったら全カットするかもしれないしそうなんですっぴんみたいなねところもシーンもあるのかなと思うんですけど、赤裸々にちょっと伝えさせていただければなって思います。本当に一回もやったことないから、どんな手順でどういうことをするのかもわからないんですよ。で事前にカウンセリングみたいな形でどこが気になりますかっていうふうに聞いていただいたんで、一応私の中で気になっているのが肌の毛穴、鼻の頭の毛穴とあとは私ね、多分動画でも映ってるかもしれないですけど、ニキビの跡が両頬にあるんですよ。でこれが厄介で、思春期にニキビってできたことなかったんですけど、大人になってから大人ニキビみたいな、大人のニキビって言っていいのか分かんない、大人の吹き出物になるのかな分かんないんですけど、顔中にできたことがあって、おでこ以外ブワーって。でその時多分仕事も忙しかったし、食生活もあまり良くなかったっていうのもあって、本当にひどかったんですね、肌が。で見知らぬ方に電車乗ってたら、ある日満員電車通勤の後に乗ってて、もう今日も疲れたなって言って電車乗って帰ってる途中で、全然知らない見知らぬ綺麗なお姉さんだったんですけど、おそらく美容部員さんかなと思うんですけど、すいません工事の音がそうで、その方が、私知らない人なんですよ。知らない人なんですけど、いきなり満員電車でガッて腕を掴まれて、あなたその肌どうしたのって言われたんですよ。で自分でそのニキビすごいこと分かってるから、この肌のこと言われてんだろうな、汚いからだろうなって思って、でえって言ったら、皮膚科には行ってるのみたいな、病院で見てもらった方がいいみたいなこと言われて、で何回か皮膚科には行ったことがあったんですけど、全然治らなかったから、もうどうしようもないなって思って、それでこうできる限りのスキンケアしかしてなかったんですけど、でそのお姉さんに言われて、なんかそれが結構私の中でショックだったんですね。ものすごく人の多い電車の中で結構な大きな声でそれを言われてるので、まず皆さん私の顔を見るわけですよ。ってそんなにこの子の肌みたいな感じで、やっぱバッて一瞬みんなが私のことを見て、もう恥ずかしいし、直したいのに治らないから悲しいし、
もうなんか私降りる予定じゃないのに次の駅で降りちゃったんですよ。もうもうちょっとこの電車には乗ってられないと思って、でもなんかもう涙も出てきて、なんでこんなことを見知らぬ人に言われなきゃいけないんだろうみたいな。でも多分きっと悪気はないし、その方に良かれと思って言ってくださったんだと思うんですけど、結構ショックで、それがで電車乗ってバス乗ってって通勤してたんで、最後のバスを降りた時にもう涙が溢れてきちゃって、すぐ家に帰れば姉がいるんですけど、電話していや今電車でこんなことがあってねって、どうしよう、なんか悲しいし悔しいし、ね、肌きれいにしたいみたいなのがすごいあった時期がありました。でそこから自分なりに、皮膚科にも通いながらちょっとずつ肌がね再生していったんですけど、でもやっぱりちょっとここの両頬にその時の跡が残っている部分があるので、なんかそれがちょっと綺麗になったらいいなっていうことで、今回事前のカウンセリングでその、気になる箇所に、このニキビ跡っていうようなことも追加させていただいてますね。少し綺麗になったらいいですよねなるかな、期待して今日は行こうと思います。なんかこの昔の話をしてたら、ね、ちょっと涙が出そうにうるっとなっちゃいました本当ね、結構ショックだったんですよね、肌綺麗になりたいということで今日は初めての肌管理の様子をお届けしたいと思います。行ってきます。さっきねご飯食べたお店がここなんですけど、この目の前の通りに今もカフェもあったので、ここ結構ご飯屋さんもカフェもいっぱいある、なんかいい感じの通りでした。奥にオリーブヤングが見える。オリーブヤングの誘惑。でも私は今日肌管理に行かなきゃいけないんです。後でにしましょう。そっか、韓国ってあれか、下から行かなきゃいけないんだ地上で渡れると勘違いしてました。から行こう。どこだ？一番出口出てすぐ前のこの建物っぽいんですよね。ちょっと行ってみよう。12階？あれ？どこだ？ここかな？よいしょ。ここの建物の中のに書いてありました。アルムダウンナラっていう皮膚科なんですけど、ここですね。じゃあエレベーターで行ってみましょう。12階。来た。ドキドキする。안녕하세요。はい、3時に予約してる。はい。診療室。そうですね、診療室。はい。はい。でこの壁に貼ってあるのが当院の先生たちが書いた論文。そうなんですね。単純にやっぱり施術だけじゃなくて、論文で安全性とか効果も検証して、お客様に還元するっていう形で研究常に続けております。はい、ありがとうございます。当院で作ってるわけ商品なので、こういったものも販売もしております。
先ほどお化粧落とす時とかに使わせていただいたやつですよね。これはこちらで買う感じなんですか？オンラインとかではなく。オンラインは行ってないので、はい、わかりました。単純な販売になります。はい。この本にはこちらと論文の方を貼っておりまして、はい、論文もちょっとレベルがありまして、はい、ここのある論文はその SCI 級論文という認定された論文で60本以上出してるっていうので、なかなかやっぱり病院でこのぐらい論文出してるところは本当にないみたいで。そうなんです。そうです。あちらまでもそうですもんね。そうですね。こちらも。この表彰の盾とかが、はい、当院韓国の国家から長官賞っていうものを受賞しておりまして、韓国の医療をこう広めたっていうので表彰を受けておりまして、それの表彰状になります。はい。ニキビが出やすい。あ、そうです。そうなんです。はい。そうなんです。しました。それであと肌の状態見させていただいて、最適な治療をご案内いたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。오늘 고민되시는 부분들 있으실까요? お悩みの部位をお伺いさせていただきます。このニキビの跡が両方にあるんですね。と、あと鼻の頭に毛穴が汚れやすい。と全体的にニキビができやすいです。 여드름이 잘 올라오시네요. 근데 이 애초에 피지선이 증가한 게 원인이기 때문에 이 피지선을 감소시키는 치료를 해주면 좋아요. 근데 이 피지선을 감소시키는 방법이 여러 가지가 있는데 그 중에서 제일 추천드리는 거는 바늘 고주파 시술이라고 해서 말 그대로 미세한 바늘이 피부 안에 들어가서 고주파를 쏘고 나오는 시술이에요. 근데 이 바늘의 깊이를 좀 조절을 할 수가 있어요. 그래서 이제 피부 피지선 정도에 위치시킨 다음에 고주파를 쏘면 피지선이 감소하면서 여드름이 좋아지고, 그리고 여기 자국들이 좀 고민이라고 말씀 주셨는데 그 피지선보다 좀 더 깊게 바늘을 위치시켜서 고주파를 쏘게 되면은 콜라겐이 생성되면서 그렇게 페인 흉터도 좀 좋아져요. 針の深さをその傷跡に合わせた深さにもうちょっと深く入れて高周波を打つとコラーゲンが生成されてこのニキビ跡の改善にも有効あ、そうなんですね。 그래서 여드름 자국도 좋아질 수 있는 치료다라고 생각해 주시면 同時に改善できる治療になります。ありがとうございます。 네, 혹시 궁금하신 점 何か気 있으실까요? になる点聞きたいことございますとか？その針を入れるっていうのは、そのここで針をこう入れるような感じで、なんていうんですか、今なんかよく化粧品とかでニードルみたいな入れてそのままこう吸収していくようなものではなくっていうのなんですかね。 그 바늘을 이용한 시술이라고 아까 말씀해 주셨는데 요새 지금 화장품으로서 니들이 들어간 화장품이 있잖아요. 그런 거는 아닌 건지. 아, 그거는 다른ではなくここでその針を入れてっていう 여기서 그 바늘을 이용해서 시술을 한다. 맞아요. 이렇게 할이요. 네모난 팁에 5 곱하기 5 배열로 얇은 바늘이 있어요. 그래서 그게 이제 피부 안을 들어왔다 나왔다 들어왔다 나왔다 なのでそれをお肌にこう刺して針が出入りするような感じ。あともう一点いいですか？花とすいません。このその治療を今やっていただいて、それっていうのは継続的にやっていく必要があるものなんですか？ 이 시술은 이어서 몇 번 그 해야 되는 시술인지 물어보셨어요. 한 달 간격으로 한 3에서 5회 정도 받았을 때 효과가 좀 더 좋고요. 1ヶ月間隔で3回から5回続けていただくとやっぱり効果はいいです。 1ヶ月間隔なんですね。 한 해 한 해 받을수록 조금씩 더 좋아진다고 생각해 やる 주시면 たびや 되세요. るたびにこう改善されていくイメージです。なかなかそのこう1ヶ月ごとに韓国に来るっていうのは多分ちょっと難しいとは思うんですね。でじゃあその何ヶ月経っちゃった時に今やっていただいたのってあんまり意味がなくなるまではいかないと思うんですけど、もちろん効果は薄くなっていきますよね。 그 역시 해외 사시니까 한 달에 한 번씩 받는 건 좀 어려워서
그것 이상 그 간격이 네, 두고 벌어져도 해도 네, 효과가 상관없어요. 떨어지거나 그렇지는 않으신지. 그러니까 한 번 한 번 받을수록 조금씩 좋아진다고 생각해 주시면 되세요. なので期間が空いたから効果がどう変わる減少するとかではなくって、はいやっぱり1回ずつこう受けていくことでに改善さしていく。わかりました。ねよかったそれなら。は 네, い。 네, 또 궁금하신 거 他聞きたい 있을까요? こととかございますか？鼻の頭の毛穴ってどうですか？ 코에 있는 모공의 효과가 있을까요? 그것도 좋아질 수 そこも 있어요. 改善できあま、す。そうなんですね。 네, あ、 네. それも綺麗、少しずつ綺麗になって。 그것도 네, 맞아요. 받을수록 네, 더 맞아요. 그러니까 최소 시술 간격이 한 달인 거지 最低の施 그거보다 術 더 間隔が1ヶ月 벌어져서 なの 받아도 で、ああ、なるほど。 상관없어요. 別に相手もいいよっていうこと。あ、そうですありがとうございます。 네네네. はい。 네. 네. 또 そ 궁금하신 の 거 他いかが 있을까요? でしょうか？その他は今のところは大丈夫ですね。はい。 네, 그러면 저는 이따 시술할 때 また先生は 뵐게요. 施術の時におはい会いします。ありがとうございます。감사합니다。 네. ありがとうございます。今待ちの時間なんですけど、変な汗出た。緊張した。なんか1ヶ月に1回っていうふうにおっしゃってたんで、いやちょっとそんなには来れないなと思って聞いたら、多分間隔最低1ヶ月以上空けるっていう意味だったみたいで、空いちゃっても大丈夫っていうことでした。でやっぱりこう回数を重ねていくごとに、改善されていくっていうふうにおっしゃってたんで、よかった。治療になるんですけれども、その針の入る深さを変えながら、はい。皮脂線をターゲットにしたところと、あとこの辺のえニキビ跡をターゲットにした深さっていうのを変えながら治療をしていきます。はい。機械レーザーの名前はポテンザっていうものポテンザ。はいはい。になりまして、はいポテンザも結構最近人気の治療で日本の方あそうなんもよくされるものなんですけど、へー機械の名前がポテンザであって使用するチップはいろいろ複数あるんですね。へえ、そうなでなんんですね。その中でも今日お客様のそのニキビとニキビ跡に対応したチップで治療していきます。ありがとうございます。でどうしてもやっぱ針を使った治療になるので、終わった後若干こうかさぶたのようなざらつく感じになると思います。はい。それがだいたい 2,3 日ぐらいから長引く方は1週間長引くんですけど、はい長引いたからと悪いものではなくて、はい。むしろこうこすったりして早く取れてしまうと色素沈着とかの可能性も高まってしまうので、はい。自然に取れるように無理にこすったりとかはしないでいただくようにお願いします。なのであと合わせてサウナとか温泉はいって。いうのも1週間程度控えていただくようにお願いしはいわかりま。ますでそちらと合わせてあとお肌の鎮静のメディカルエステも一緒に組み合わせていきます。あと何かご不明な点ございますか？大丈夫。あ、なんか今日そのやっていただいた後、多分今お化粧としますよあ、ね。はい。でその後っていうのはお化粧はしない方おがいい。化粧は明日以降。明日以降ですね。はい、わかりました。可能になります。眉毛とかぐらいは描いても、それもダメですか？眉毛眉毛がね、あんまない。眉毛の上まではおそらく治療しないと思うので、眉毛避けると眉上くらいにはなると思うのわかりで、ました。ありがとうございます。眉毛上とないと変わりますよね。ちょっとこの後ももうちょっとだけ撮影するんで、そうなんですねはい、眉毛ぐらいは描きたいな。すいません。すいません、大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい。ではそちらで今日施術の方を進めていきます。でちょっとやっぱお痛みのある施術、針の使った施術になるので、麻酔のクリームは塗ってあ麻酔してから治療していきあ、ます。わかりました。はい。
お顔全体的に治療しますが、で1回2回2周します。2周目の方がちょっとお痛みが出ます。わかりました。 네, 저희 이마부터 들어갑니다. おでこから始めます。微細な電流を使って再生と保湿に効果的な2つなりの成分を浸透させていきます。はい。 今ですね、終わりました。初めての肌管理。3時からの予約で、今が5時47分なので、最後ちょっと施設の中の紹介もしていただいたので、ちょっと時間かかっちゃったかもしれないですけど、だいたい3時間はかかってないかな、2時間半弱でした。めちゃめちゃ緊張しましたね。めちゃめちゃ緊張したし、やっぱちょっと初めてだから痛かったんですよ、私。で、こうやっていただく施術が針を使ったものになったんですけど、その針を使った、施術の1回全部顔やっていただいて、で2回目の時がちょっと痛みますって言われたんですけど、2回目やっぱちょっと痛くて、でなんだろうな、痛みで言うと脱毛の痛みみたいな感じが似てたかなと思います。ちょっとやっぱりちょっとチクってするような感じの痛みでしたね。で痛かったらそばにいてくださったスタッフの方がこれでって言ってぬいぐるみを抱っこさせてくださってそれでぬいぐるみが結構いい仕事して、あー痛いと思ったら握りしめてたらなんか柔らかいんで感触がちょっと心が癒されましたはい、ということで、今回ですね受けさせていただいた内容とまた詳しく動画の中で説明テロップで入れさせていただきますので、でね、ごめんなさい、この4時間やっていただいて4時間は何も塗っちゃダメだって、お化粧もしちゃダメだっていうことで、ちょっと眉毛はいいですかって聞いて、眉毛と今リップだけ塗らせていただいてますすいません、お見苦しかったら。はい、ということで、これからですねホテルにチェックインしていきたいと思います。ホテルはこのカンナムの地区で撮ってるので歩いて行けると思うんで、ちょっと向かっていきたいと思います。どうだろうかすいませんね、あんま綺麗じゃないんですけど、なんか日を追ってちょっと綺麗になっていくような感じなのかなね。ドキドキでした。現場からは以上です